バーケンです。このチャンネルでは石川県に住む私が 400km 離れた新潟県で相続した田舎の土地でのさまざまな出来事を紹介しています。今回は黒いビニール袋を拾い集める動画です。ゴミを拾いながらこの土地の管理費用について現状をお話しします。ここは私の動画でおなじみのコンテナエリアの一角にあります。ここはかつて水田でした。この日は雨です。雨でも必死にするのが私の相続であり、私の生き様です。コンテナエリアのゴミとコンテナはすでに数百万円かけて整備していますが、この辺りのゴミは整備費用が足りないため自分ですることになっています。この時間は早朝で音の出る機械を動かせないので、ここでゴミ拾いをしています。このゴミ、今回初めてここにあることに気がつきました。またあのじじい、こんなところにこんなものということで拾います。 YouTube 視聴者さんから教えてもらった土のう袋を用意してきたので早速使います。私の父はゴミを埋めたり放置したりする悪い癖があります。この土地、放置している割には雑草が少ないんです。でもそれは管理費用を払って除草剤を撒いてもらっているからです。まだまだこの土地はきれいになりそうもなく、管理費用ももったいないので除草剤を撒くのを断りました。私は年2回の草刈りを自分で行いたいと現地の人に話したのですが、ハンマーナイフマンを使えば2時間くらいでできると私は思っています。無理、黙って我々に任せてくださいと言われました。争っても仕方ないので言うことを聞くことにしました。この地域の年間管理費用はおよそ5万7千円です。もったいない。1000平米あたり2万4千円で計算されています。この金額は農業委員会などの資料をもとに算定されているそうで、現地の農家さん3人に見てもらいましたが妥当だと言われました。しぶしぶ納得しました。私は弱みを握られているというと語弊があるかもしれませんが、悪い土地をたくさん持っていて、それらがいろいろ連動しています。ここだけ自分で草刈りすると言ってみたんですが、それなら他の悪い土地も全部面倒を見ないよと言われました。そう言われると私も困るので、諦めて5万7千円を支払うことにします。悪い土地すべてをまだ YouTube では公表していませんが、徐々に説明していきます。映像についてですが、このビニールの量おかしくないですか？またあのじじい、こんなところにこんなものってさっき言いましたが、私が親のことを悪く言うので感じ悪いと思われる方もきっといらっしゃるんですが、それくらい私も言いたくなるんです。言っても罰が当たらないと思います。昔から困った父なんです。これまでの YouTube 動画のゴミを見て私に同情していただける方もいるとは思います。この親不孝に見える言動がこのチャンネルが伸びない原因かもしれません。違うかもしれませんが、単調になってきたので今回集まったビニールのゴミを先にお見せします。作業はまだまだ続きます。次の話も用意してあります。画面右の奥に土管が、左の奥にゴミの入った大きな袋があります。このゴミ、本来ならとっくに撤去されていなければならないんです。報酬も支払ったのですが、なんだか業者がいい加減、私が現地にいないせいかなかなか進みません。遠方で相続するとこういう問題が起きることもありそうです。いついつまでに作業するといった契約書が必要だったとは思います。電話しても出てくれないのですが、時々携帯電話のショートメールで返事が来ることもあります。こういう時しつこくすると多分逆効果だと私は思うので放置しておきます。期限を最初に決めなかった私の責任です。